収益配分が皆さんに大きな力を与えると思います。さて、その次に重要な話ですが、もし投資をたくさんもらえなくて資本が十分でないときは、ちょっとエッチな漫画をした方がいいです。本当にエッチな漫画じゃない、ちょっとエッチな漫画をするのがいいです。男性用、女性用、その他などなど、何はともあれ、少しだけやらしいことをするのがとてもいいです。実際に市場でそういうことが証明された事例がたくさんあります。思ったよりすごく効果的です。作品の数がとても多く買えない、大成功するまで大規模な投資を続けることはできない、そんな時ちょっとやらしいと思ったより読者たちが来て決済をしてくれます。ずいぶん派手なものではないのに、それでも決済をしてくれます。スタート段階ですごくいいです。そしたら、非常にセンセーショナルなアダルト漫画はどうするのか。センセーショナルなアダルト漫画は、皆さん国家がそれを法的に許容するならば必ず必要です。必ず必要だが、他の漫画事業とは別法人であることをお勧めします。同じ法人じゃない方がいいです。国家全体で見れば許容される限り必要だと思います。法的に許さない国は仕方ないですね。ちょっとエッチな漫画、センセーショナルなアダルト漫画をするプラットフォーム。プラットフォームで重要なことは何か、それは通常の漫画よりも高い収益配分があるということです。私の考えでは必ず高い収益配分が必要です。その代わり、一般の漫画サービスより投資と管理を少なくした方がいいです。つまり、企業の投資は最小限に抑え、代わりに利益配分を最大化する。アダルト漫画はそうした方がいいです。とても多くの肯定的な効果があります。その次に重要なことです。日本国外の世界では、つまり世界各国で新たに誕生する漫画界では、漫画界を誕生させて成長するために教育がとても重要です。教育が本当に重要です。とても立派な教育をすることが重要です。この立派な教育は良い漫画を作るようにして教えることも重要だが、さまざまな漫画を作れるようにすることが重要です。漫画家の道をよく歩かせて、漫画家の人生をうまく生きられるように手伝ってアドバイスすることが重要です。多くの経験的資産が蓄積されておらず、先輩たちから積み上げたものがない世界なので、起こりうる数多くの間違い、数多くの錯誤、こういうものを事前に最小化しスタートすることがとても重要です。だから教育が重要だということは、単に良い漫画を作ることができるように教育する、絵を上手に描かせるのではなく、さまざまな漫画が誕生できるように、漫画家の生活がよく維持されるように、正しい判断ができるようにする教育が必要だという、そういう意味です。作家をうまく養成するために多くの投資が行われなければなりません。その次に漫画界の誕生のための最初の漫画メディアが各国の誕生する前に、編集部は基本的に作品が投稿されるとそれを選んで掲載するかしないかを決めるでしょう。しかし一部の漫画は編集部によって企画され開発される必要があります。編集部で作家に提案しなければなりません。理由は3つです。その理由の1つ目はその国の非常に強力な市場を生み出すためです。2つ目は豊かで多様な漫画界を作り出すためです。
投稿作の中から選ぶと豊かで多様化しません。意図的に多様性を作り出す必要があります。生態系だけに任せてはいけません。立派な介入が必要です。3つ目、精巧な空気に沿っていくとプラットフォームが成人向け漫画やアダルト漫画が中心となって、そこから抜け出すのが非常に難しくなる場合が生じる可能性もあります。私は韓国でとても立派なあるメディアがそうなるのを見ました。最初はちょっとエッチな漫画で成功を該当するが、その次からはより多様なシリーズ作が出て、漫画界を豊かにするために、長期的な戦略のためには編集部の優れた介入が必要になるかもしれません。特に皆さんの国の少年漫画が誕生することを望むなら、あるいは少年漫画雑誌があることを望むなら、それなら編集部が介入しなければなりません。編集部が作品をコントロールしなければなりません。しかしここで重要なことは、問題は編集部の質です。少年漫画が誕生して成功することになるのは、編集部のレベルがとてつもなく影響を及ぼすでしょう。しかしどの編集部も自分たちの失敗を自分たちの無能とは言いません。こう言いますよね。私たちの国の作家たちのレベルが低かったと。なんで少年ジャンプみたいにできないの？我が国の作家の水準は低かった。どんな編集部も私の知る限りでは少年ジャンプ編集部よりレベルが落ちたからだよという言葉をしないです。その次に、皆さんの国の表現の自由があれば積極的にご活用ください。漫画は皆さんが想像するより表現の自由が重要です。自由に表現できるということがとても重要です。特に成長するときはなおさらです。もし私の国が表現の自由がとても少ない国だとしても、決してがっかりすることはありません。やるところまでできます。多くの方法があります。でも表現の自由がある国なら、ブースターを引っ張らないと、ものすごく巨大なブースターをロケットに取り付ける必要があります。表現の自由というブースターがこのように8つついているのと同じです。表現の自由は漫画にあると本当にいいです。必ずなくても皆さんがいなくても成長できます。それで皆さんの国の表現の自由があれば積極的にご活用ください。私の表現の自由ということです。本当に概念が複雑です。そして皆さんの国の表現の自由があると、皆さん漫画産業で表現の自由が与えられたのではありません。その逆に皆さんの国の表現の自由が保守的ですが、漫画は表現の自由が提供される場合もあります。あるかな？あるかもしれないし、ないかもしれませんね。とにかく表現の自由は簡単ではありません。その国の表現の自由と漫画の表現の自由との関わりは簡単な問題ではありません。でもたくさんの自由が提供されるのがいいです。そして国が我が国の文化産業を発展させるために漫画が必ず必要であり、産業を発展させるだろうと思ったら、ぜひお願いしますが、可能な限り漫画が表現の自由を享受してこそ発展できるように許してください。それが本当にいいです。最後にもう一つだけ言うと、皆さんがおっしゃった産業を作り出し、漫画界を誕生させ発展させるために、もし十分な投資や支援を受けることができたなら、日本のオフィスを開設してください。日本に事務室を開設してくれると良い点が多いです。とても大きな費用がかかるわけでもないのに、いろいろとできることがたくさんあります。日本に事務所を開業してください。そういう面ですごくいいと思います。さあ皆さん、私の提案はここまでです。足りない提案だったが、聞いて参考にしてくださればありがたいです。さあ皆さん、バイバイ。